Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。前回の動画ではサクサクという表現を勉強しました。食べた時に気持ちよく歯で切れて、そしてその中の空気と食べ物が口の中でよく混ざる、こんな感じがサクサクでしたよね。そして食べた時に高い音、サクという音がするのもポイントでした。あとはサクサク仕事をするという表現も勉強しました。もらった仕事をどんどん早く終わらせる、このことをサクサク仕事をするという言い方ができましたよね。今日のオノマトペはさっきのサクサク仕事をするのイメージとは逆のオノマトペを勉強したいと思います。ではどうぞ。ダラ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 、ダラダラしている人と結婚したくない。この動画を見た後はさっきの表現がわかるようになります。ダラダラは特にしたいこともなく何もしないでいる状態のことを言います。このダラダラはタラタラという言葉から来ています。今ではタラタラはあまり使わないんですけど、このタラタラのタラは雨が降った時に葉っぱから水が落ちますよね。これを水が垂れるという言い方ができます。すごくゆっくりな様子を表しています。ゆっくりゆっくりポトンと落ちますよね。これが垂れるなのでタラタラ。そして多分強調するために今の言葉ではダラダラというようになりました。あとはだらしないという言葉もあります。だらしないは今でもよく使うんですけど、そのだらしないはしだらないという昔の言葉から来たらしいです。僕たちは今このしだらないは使いません。だらしないを使います。で、だらしないの意味は物事をちゃんとしないという意味になります。ですので、だらしない人と言ったら自分のことをしっかりできない人。例えば自分の部屋を掃除あまりしない人。ですので、だらしないのだらもやっぱりダラダラと似ています。ですので、さっきのダラダラは特に何もしたいことがなく何もしない状態を表します。僕のダラダラのイメージは12時ぐらいに朝起きて、そしてパジャマのまま、ご飯をゆっくり食べて、でご飯を食べた後は、ベッドへ行ってポテトチップスをまた食べながらYouTube を見るみたいな、こういう状態をダラダラしているという言い方ができると思います。ダラダラするときはみんなあると思うんですよ。僕もすごく頑張った次の日とか何もなかったら結構ダラダラすると思うんですけど、ダラダラしている人みたいな言い方をするとその人の性格がちゃんとしていないみたいな意味になるので、私ダラダラしたと私ダラダラしている人はちょっとニュアンスが違うと思います。そしてダラダラしている人のことをダメ人間という言い方もできます。これすごいひどくないですか？ダメ人間、もう全部ダメ、この人はもうダメ人間、ダメ人間という言い方はちょっと面白いですけど、すごく強い言葉だなというふうに思います。このダメ人間は一番はよくダラダラしている人に使います。ですのでダメ人間とダラダラはもう結構イメージが同じです。でもダメ人間はダメ良くない人みたいな意味なので、他の場合でも使うことができます。あの人毎回失敗する、何もできない人、あいつはダメ人間だな。ですので性格がダラダラしている人は、ダメ人間かもしれないですけど、ダメ人間な人は絶対ダラダラしている人という意味ではありません。ではちょっと練習しましょう。今から僕は毎日ダラダラしている子供です。で、皆さんはお母さんです。ですので皆さんは僕に子供だからダラダラしないで遊び行ってきなという風に言ってください。ちょっと長いですけど、長いフレーズを感情を入れて読むと結構覚えるので、ちょっとそれを使って練習しましょう。いきます。
せーの、子供なんだからダラダラしないで遊びに行ってきな。いいですね。このままこの子供が大きくなったら将来ニートになっちゃうかもしれませんよね。実はこのダラダラはさっきみたいに家でダラダラしている以外にも、例えばダラダラ仕事しないでという言い方もできます。これは、さっきみたいにポテトチップス食べながら仕事をするとかそういうのじゃなくて、ちょっとなんか仕事のやる気がなくて仕事をしたいという気持ちがなくて、なんかゆっくり特に何も考えないで、遅く仕事をしている、こんな感じをダラダラ仕事をしているという言い方ができます。ですのでダラダラ仕事をしないでという言い方もできます。僕のすごくダラダラしているイメージの動物はこれです。これは怠け者という動物の名前です。怠けるというのはダラダラすることなので、怠け者、者は人の意味があります。ですので実はこれ人にも使えるんですよ。でもそれが動物の名前にもなって怠け者という名前になりました。ちょっとかわいそうですよね。すごく勉強している人はさっきのダラダラを勉強した時に、あれ、前に勉強したゴロゴロと意味が似ていないというふうに思ったかもしれません。その人はめっちゃすごいですね。実はゴロゴロとダラダラは結構似ているんですよ。じゃあ何が違うのというと、ダラダラはもっと何もやりたくない様子を表しています。例えばゴロゴロは休憩しているイメージです。ですので、漫画を読んで楽しんだり、例えばあとはゲームをして楽しんだり、そういう風に自分の時間を使っています。ですがダラダラは特にすることが何もないので、別に漫画を読んでいるけどそれは自分がしたい感じじゃないし、ただ時間を潰している。この英語の kill time と同じですね。 Oh, I wanna kill time because I have time。 なんか時間あるから時間潰したい、こういう表現ができます。ですのでダラダラはもっと本当に時間を無駄にしている、無駄に潰している感じの言葉です。あと一つ大きな違いがあります。これはダラダラしている性格という言い方はできますが、ゴロゴロしている性格という言い方はできません。なぜならダラダラしている性格はさっき言ったみたいに、動物、怠け者の動物を考えてください。なんか仕事が遅かったり、あとは家でもなんか全然することがない感じのイメージ、そういうのは一日ずっとそういう感じなので、もうその人の性格ですよね。ゴロゴロは横になって本を読んでいたり、そういう状態なので、なんかダラダラみたいに仕事が遅いとかそういうのはありません。ですのでダラダラした性格という言い方ができます。でもゴロゴロした性格は言うことができません。ではダラダラを使ったリスニングをしたいと思います。僕はダラダラした性格になりたくないですけど、でも例えば海外に行った時はちょっとダラダラしたいです。例えば海外に行ってそこのビーチで一日中ダラダラという風に過ごしたいです。そういう日があると日本に帰ってきた後ダラダラしないでちゃんと自分の仕事とか勉強ができます。ですので僕はやっぱり大人になった後もそういう風に1年に何回かはダラダラする日を決めてダラダラしたいですね。僕はそういう風にダラダラする日があってもいいと思うんですけど、皆さんはどう思いますか？コメントによろしくお願いします。 Have you ever met a person whose personality is ダラダラ? What was he like? Tell me in the comments。 皆さんありがとうございました。じゃあ今日はちょっとタメ口で話そうかな。タメ口というのは敬語がない日本語です。今みんなはどんな動画見たい？何かいいアイデアがあったらぜひコメントで書いて。8月の1日からやっと夏休みになるんだけど、なんか10日しか夏休みがないのね。だから本当はいろんなとこ行きたいんだけど、多分海は行くかな。海は行く。
そしてあと YouTube の動画も撮るから、それぐらいしかできないんだけど、みんなもし夏休みがあったら何したい？俺はね、東京のジブリ博物館にめっちゃ行きたい。なんかちょっと待って、このね、これハウルの動く城、このなんか映画すごい好きで、それを言っていたらお父さんがこうカレンダーみたいなのを買ってきてくれて、すごく可愛い、すごくこれ好きで、やっぱりジブリがすごい好きだから、なんか時間があったら東京のジブリ博物館に行きたいなって思ってて、でも実はそこすごい混むから行く前にインターネットで予約しないといけないの。みんなもジブリ好きかな？ジブリ見たことあるよっていう人はコメントではーいっていうやつ手挙げてください。お願いします。サムネイルどうしようかな。ダラダラのサムネイルって難しいな。こんな感じかな。お願いします。